どうもお疲れ様です。パパログです。今日はずっと愛用している私の仕事道具のカメラ DJI の Osmo Pocket シリーズから先日新しく発売された Osmo Pocket 4を DJI さんからご提供いただいたのでご紹介していきたいと思います。私は旅行 Vlog とか外で撮影するときはポケット2の頃からずっとこのシリーズを使っていて、今はポケット3をメインで使っていました。最近は欲しいものを欲しい時にすぐ買うと同じくらい、行きたいところに行ったりやりたいことを経験することにもすぐ時間を使いたいと思うようになってきました。いつ何か起こるかわからないから、体が元気に動くうちに行きたいところにはどんどん行って、その景色や経験をちゃんと残しておきたい。そんな私にとってOsmo Pocketは旅行に欠かせないアイテムになっています。今見ていただいている動画は6月に韓国に行った時にポケット3で撮った動画。画質も使い勝手も十分満足しているんですが、今回ポケット4が登場したということで、何が変わったのか、買い替える価値はあるのか、今から買うなら3と4どっちがいいのか、ポケット2から使っているユーザー目線で比較していきたいと思います。正直私もガジェット系 YouTuber ではないので、専門的なことはそこまで詳しくありません。なので今回はこのカメラ気になってたという初心者の方にも分かりやすいように、私が実際使う機能や知っておきたいポイントだけをピックアップしてご紹介させていただきます。気になっていた方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まず私みたいにガジェット好きだったり YouTube をやっている人にとっては DJI の Osmo Pocket といえば結構おなじみのカメラなんですが、普段あんまり詳しくない人だと、何この形、こんなカメラ見たことないっていう方も結構いらっしゃると思うので、まず簡単に Osmo Pocket ってどんなカメラというところから説明していきます。普通のカメラと大きく違うのが、カメラ本体に手ぶれを抑えるためのジンバルがついているということ。ジンバルっていうのは簡単に言うと、歩いたり手が揺れたりしてもその揺れにカメラが自動で反応して画面を安定させてくれる装置のことです。普通のカメラを手で持って歩きながら撮ると、どうしても歩いた振動で映像がガタガタ揺れて見にくくなっちゃいますが、Osmo Pocket はこのジンバルが揺れを抑えてくれるので、歩きながらでも滑らかな映像が簡単に撮れるようになっています。スマホやカメラで歩きながら滑らかな映像を撮ろうと思うと、別で手ぶれを抑える装置を取り付けたりする必要があるんですが、Osmo Pocket はそれが最初からカメラと一体になっていて、その機能がポケットに入るくらいこの小さな本体に全部詰まっているので、大きな機材を持ち歩く必要もなく、旅行や Vlog 撮影にはめちゃくちゃ使いやすいカメラになっています。Osmo Pocket 4にはいくつかのセットが用意されているんですが、今回私が紹介するのはクリエイターコンポです。ポケット3のクリエイターコンポと比べると、ポケット4では新しく補助ライトがついたり、マイクもかなりコンパクトになりました。補助ライトは暗い場所で人物を撮るときに便利ですし、マイクもよりしっかり音を取りたいときには役立つと思います。私はポケット3の時もマイク付きのクリエイターコンボを選んだんですが、そもそもライトがなくても夜景も綺麗に撮れますし、内蔵のマイクの音も十分綺麗なので、撮影中のちょっとした独り言や会話、その場の音を残すくらいなら本体のマイクだけでも十分だと感じています。もちろんマイクやライトをしっかり使いたい人にはクリエイターコンボがおすすめなんですが、初めてOsmo Pocketを買う方や旅行や普段の Vlog がメインなら、個人的にはスタンダードコンボでも十分だと思います。それではこれまで使ってきたポケット3と新しいポケット4を実際に並べながら、どこが変わったのか比較していきたいと思います。最初でも言ったようにポケット3でも十分満足していたんですが、見た目や基本的な機能はそこまで大きく変わっていないものの、実際使うとここ便利になったと感じる細かい進化が結構あるので、まず本体から変わったところを見ていきます。ポケット4になって追加されたのが、画面の下に新しく物理ボタンが2つできたということ。
撮影中でもボタン一つで簡単にズームを一気に切り替えられるようになって、さらに最大4倍ズームまでできるようになって、離れた被写体もより大きく撮れるようになりました。もちろんポケット3の時のようにジョイスティックで徐々にアップしていくことも可能です。そして右側がカスタムボタン。写真と動画の切り替えやジンバルモードなどよく使う機能を自分好みに設定できます。そして地味に嬉しいのが SD カードを入れるところにカバーがついたこと。ポケット3は SD カードを差し込むだけでそのまま見えていたんですが、ポケット4はカバー付きになったので持ち歩くことが多い私には安心感があります。さらに私が個人的にかなり嬉しい進化だと思ったのがジンバルのクランプカバー。ポケット3は本体全体を覆うカバーだったんですが、ポケット4はジンバル部分だけを固定するコンパクトなタイプになりました。ポケット3のカバーってしっかり守ってくれる反面、付け外しがちょっと面倒でやっちゃいけないけど、そのままカバーをつけずにカメラを入れることも結構あったんですが、今回は外してすぐ撮る、終わったらすぐつけるが簡単になったので、これだけでも買い替える理由上位に上がるくらい嬉しいところです。実際にポケット3とポケット4の映像を並べて比べてみても、正直パッと見ではそこまで大きな違いはわからないかもしれません。ただポケット4は新しい1インチ CMOS センターを搭載して14ストップのダイナミックレンズに対応しているなど、画質面でもしっかり進化しています。って言われても、カメラに詳しくない人からしたら1インチダイナミックレンズなんのこっちゃっていう感じになると思うんですけども、詳しいことは置いといて簡単に言うと、明るいところから暗いところまでより綺麗に残せるようになって、全体的に画質が良くなったと思ってもらったらいいです。比較すると特に分かりやすいのが空の色だったり、夜に撮影した時のライトなどの明るい部分。ポケット4の方が空の色や明るい部分のディテールが残りやすくなって、白く飛んでしまったり暗いところが潰れてしまうのを抑えてくれています。なので普段の Vlog でも明るい屋外から夜景までカメラ任せでも綺麗に撮りやすくなったっていうのが一番分かりやすい進化かなと思います。さらに細かい設定として、ポケット4では美肌モードや6種類のフィルムトーン D ログも新しく追加されています。ポケット3でも美肌機能自体はあったんですが、 DJI Mimo アプリを使って処理をする必要がありました。ポケット4では美肌機能がカメラ本体に内蔵されたので、撮影する時から肌を明るくしたり滑らかに見せたりできるようになりました。フィルムトーンは難しい編集をしなくてもカメラ側で簡単に映像の雰囲気をいい感じに変えることができます。あとは一般の人はあまり手を出さないとは思うんですが、撮影後に自分でしっかり色を作り込みたいという詳しい方には D-Log10 ビットも本体で操作できるようになりました。私は基本的に撮った映像をそのまま使うことが多いので、フィルムトーンや D-Log はあまり使うことはないかなとは思いますが、とりあえず美肌モードだけはオンにしておこうと思います。それでは基本的な操作方法も簡単にご紹介していきます。電源を入れる時の操作は3も4も一緒で、この画面を横向きにくるっと回すだけ。自動で電源が入って録画ボタンを押すとすぐに撮影ができる状態になります。赤いボタンを長押ししても電源が入ります。撮影を開始するときはこの赤いボタンをもう一度押すとスタート。カメラの向きやズームはこのジョイスティックで直感的に操作ができます。ジョイスティックの操作は動かすだけじゃなく、2回押すと正面に戻って3回押すと自撮りモードに切り替わります。スマホを操作するような感覚でほとんどの設定をこの画面から変更できます。操作はとてもシンプルで、画面を上下左右にスワイプしたりタップしたりするだけ。画面を上から下にスワイプすると、ここではよく使う設定がまとめて表示されます。左からカスタム設定、マイク、補助ライトの設定などいろいろあって、リールや TikTok に対応できるように縦動画の設定もできます。ポケット4では新しくジェスチャー操作もできるようになりました。ジェスチャーをオンにしておくと、カメラから少し離れたところでもピースサインをするだけで撮影の開始・停止ができます。一人でカメラを置いて離れて撮影したい時にはセルフタイマーとかより便利だと思います。
また動いている人や物をカメラが自動で追いかけてくれるアクティブトラッキング機能にも対応してて、画面をタップして追いかけたい対象を選ぶこともできますが、ポケット4ではカメラの前で手のひらを見せるだけでもトラッキングがスタートします。そしてこれがジンバルモード。このカメラはただ手ぶれしないっていうだけじゃなく、細かく4種類あって、まずフォローモードはカメラを動かした方向にジンバルが自然についてきてくれるので、普通に Vlog を撮るならこれが一番使いやすいと思います。チルトロックは上下の角度を固定して撮影するモード。画角を安定させたい時には便利なんですが、例えば歩きながら急に足元を撮りたいと思ってカメラを下に向けてもジンバルは下を向いてくれないので、上下にカメラを動かしながら撮影するのにはあまり向いていません。逆に歩きながら前を撮り続けるようなシーンでは上下のブレを抑えて一定の画角をキープしてくれるので、安定した映像が撮りやすいモードになっています。FPV とはカメラを上下左右に動かしたり斜めに傾けたりするとジンバルもその動きについてくるモードです。本体を傾けると映像も一緒に傾くので、乗り物やアクションシーンなど動きのある臨場感のある映像を撮りたい時に向いています。そしてもう一つ FPV があって、こちらはカメラの動きにはついてくるんですが、映像の水平はキープしてくれます。なので自由にカメラを動かしながら撮りたいけど、映像が斜めになるのは避けたいという時に使いやすいモードです。私はいろいろ試した結果、普段の Vlog 撮影ではほぼフォローモード。歩きながら風景を撮ったり、急に足元を撮ったり、画角を自由に変えやすくて一番撮りやすいと思っています。そしてポケット4では新しく 107GB の内蔵ストレージが搭載されました。ポケット3はマイクロ SD カードが必要だったんですが、ポケット4は SD カードがなくても本体に直接撮影データを保存できます。正直107もあれば私でも3泊4日の韓国旅行行っても余るくらいの容量。SD カードも高くなってるし、カードを忘れたり容量がいっぱいになった時もでかなりありがたい機能です。続いて画面を下から上にスワイプすると撮影の設定。ここでは 4K など画像の解像度、24fps などフレームレートの設定ができます。フレームレートというのは1秒間の動画を何枚の写真で作るかという数字で、数字が大きいほど動きを細かく記録ができるので、より滑らかな映像になります。つまり 24fps を選ぶと電気送電の1秒を24分割する術式投手法ができます。私は非術師なんで基本的に普段 4K30fps で撮ってます。はい、お疲れ、解散か。あとは撮影画面から写真、ビデオ、スローなど撮影モードの変更や、撮影した写真や動画の確認、カメラの向き、ジョイスティックのズーム操作の変更など、よく使う機能が直接操作できます。いろいろ設定があって難しそうに見えますが、基本はタップとスワイプだけなので、触っていればすぐ慣れると思います。以上、私の説明ではちょっと分かりにくかったところもあるかもしれませんが、最後に結局どっちを選べばいいのということで、ポケット3とポケット4、それぞれどんな方におすすめなのかを簡単にまとめたいと思います。ポケット3がおすすめなのは、できるだけ画角を抑えたい方や初めて Vlog 用のカメラを買う方。私自身今まで使っていて十分満足していたので、旅行や普段の Vlog ならポケット3でも全然問題ないと思います。ポケット4がおすすめなのは、せっかく今から買うならいっちゃんいい最新モデルを選びたいという方や、より綺麗な映像を撮りたい方、そしてすでにポケット3を持っている方は、今の3に満足しているなら無理に買い替える必要はないと思います。ただ今回紹介した進化した部分に魅力を感じてくださったなら、ポケット4への買い替えもありだと思います。Vlog を始めるには十分なカメラなので、自分の予算や使い方に合わせて選んでもらえたらと思います。最後に、今年行きたかったヨーロッパに行ってから物を買うこと以上に行きたかった場所に行ったり、そこでしかできない経験をすることの方がだんだん価値が高くなってきたなと感じています。
欲しいものは後からでも買えるかもしれないけど、特にこの年齢になって旅行とか経験っていつか行こうって思っても世の中何があるかわからないし、その時体が元気に動くとも限らない。だからこれからも元気に動けるうちに行きたいところに行って、その景色や経験をオズモポケットでたくさん残していきたいなと思って旅行の計画を立てるのが最近の楽しみになっています。ヨーロッパ旅行の編集はちょっと遅れてるんですけども、ぼちぼちとアップしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。